皆様こんにちは。男ならやはり夢はでっかく叶わぬような思いを自分で引き寄せる、そういったその努力というかな、そういう男のロマンを求めて生きるっていう生き方はやっぱりかっこいいなって思うわけですけれども、俺もですね、もうこの業界30年近く30年ぐらいやってますけれども、やはり自分の理想の形の車を作るっていうのは常日頃、テーマとしてやってきてるんですけれども、もうこれが最後だっていう形を作って、オーストラリアのサーキットで走れたらなっていう思いをもうここ 1,2 年ずっと思ってたんですけれども、それを具体化しようということですね。2021年1月1日から始めてまいりました。だんだん形になってきてもう完成間近なんですけれども、その俺の夢のエアロを紹介したいと思います。もう、はっきり言って販売云々とかじゃなくて、自分がサーキットで走る、またストリートで走っていった時にどのぐらいこうかっこいいか、また性能が出るかっていうことをテーマにしてるので、売れるか売れないかとかっていうのはあんま考えてないです。もう圧倒するほどの迫力、そこをテーマに作ってみました。こんな、エアロも世の中には存在するんだよっていうね、俺のバカさ加減を見てくれたら嬉しいです。ということで行ってみましょう。もう4日からやっちゃってます。いいと思う。全体的にこういう感じでやるんですか？
全然大丈夫です。全然いけてます。大丈夫ですかね。大丈夫です、大丈あ、そう。夫。うん、いいね。いいですか。いいね。行き過ぎじゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。ここからこういうふうに出るんでしょ。いえ、なんか違う。ここの平らな面が、ここを少しこう、こんなぐらいですけど、うん、行きます、こうやって。うん、で、ここがこう。で、うん、うちはこれが少しこのままこう、こんなぐらいですけど、こういって、スーって消えていくような感じの、かっこいいのを作りたいですよね。オッケーです。これいいね。ここの雰囲気。そうで、あと単純にこの平らなものをなんで作ったかっていうのは単純にウインカーです。だってしょうがないですよね。ウインカーをつけないとダメですよね。そう、ウインカーつけなきゃダメ。ダメですよね。うん。それがこれを多分出した方がいいと思って今とりあえず仮付けしてあるんですけど、デザイン的にこれがこういうふうに入っていくっていうのはまあセオリーっちゃセオリーっていうんですかね、なんとなく。でもそうするとこの取り付け位置が奥に行くとこれが走ってる時にグーッてそうですね。動き出すんですよ。はいはいだから今こういうふうにやってるんですけど、はいでもこれはこれで見えすぎちゃってどうなんですか。そんなことはないと思うけど、横からは別に気にならない。横からは気にならないですよ。一応そうすればやっぱその強度も考えるとですよね。なるべく出したいけど、そうだね。でもちょっとこれ強調されちゃうんですよ、なんか。はい。でもいいですか、出して。別にそれはいい。大丈じゃあ出しますよ。夫。はい、出していいです。で出してこれこうやってもうちょっと細くなっていくんで。はい。また今なりで削ったらここからスタートとここからスタートで言ったらこういうプレスラインがあるんですけど、このプレスラインこうやって見しちゃっていいなと思ってるんですけど、おかしくないですよね。どうぞ。で、このアーチの高さも変えさせてもらって、ごめんなさい、また変えさせてもらって、これがベストなんで、すいません、なんか作ってると、こっちがかっこいいなーってなっていっちゃって、OK です。それとゆくゆくなんですけど、タイヤってこう切るじゃないですか、はい。これ、絶対アウトですよ。これ、もうアウトですよね。そうです。これ切って、このニューデザインでいいですよね。はい。で、今、取り付け位置は純正の位置、もともとのバンバン、フェンダーの取り付け位置でやってるんだけど、今回、この製品に関しては、取り付け位置をこっちに変えたいんですよ、そうです。そうです。でも、実際にこれって切りますよね、タイヤって、はい、入ります。結構前に切った時に結構入ります。後ろがこうガンってこれギリギリにいってるの見たことあったんですけど、前ってこっちに切った時って結構こっちの方がいくんですか。前はここら辺で切っとけばもう中は当たらない。そんなに切ります？切りますよ。結構ギリギリまで切ってますね。
のと全く同じだこれ。ごめんなさい、これ余計なことをまた僕すぐ言っちゃうんですけど、なんかこれかっこいいじゃないですか。そうするとこれいらない。この作ろうと思ったんだけど、なんかいらないのかなって一瞬思っちゃったんですけど、そのままスーっていうのまたおかしいですかね。でもこれあった方がいいですか。でも結局強度的な部分とかもあるんで、これがあった方が強度はあります。あ、でもちょっと今考えてるのは、今までの製品のセオリーだとこのままじゃないですか。はい、スパゲリでペーパーで終わり。だけど社長の場合はこれでかいので、製品にこういうエフ板を裏でぐちゃってやって強度出そうかなと思ってます。そうすると生接着しちゃうとカッチンコチンになるんで、この硬さは。でもそうでもしないと多分これペコペコいっちゃうかなってのもあるんで、そうだよね。なんかね、いろんなこと考えてるんですよ。なんか一日中削ってんすよ。あ、じゃあ猫じゃねえとか言いながら。いやでもこのフロントバンパーすげえいい。だからピンの作り方が、どこ？でこの斜め45度から見た時のピンが、あの位置ね。こうなのかこっちなのか、どっちだと思います？これ今ほぼ垂直みたいに見えちゃうから、逆に不格好なものね、僕があんまりかっこよく見えてないってことなんですけど、だからどっちかに倒れた方がいい。倒れた方が多少でいいから倒れた方がかっこいいのかなと。どう思うんですか？これが本当はこれまでいくとこれがシュッって細くなるんですけど、ここにこうやって見えちゃうとまたかっこ悪いと思うので、だから出してもここまで。この面までは出た方がいいと思うんだけど。面までは出た方がいい。じゃあ下決定。はい。じゃあ上。ちょっと何時間見た時にこう。上も一緒にこうやってっていうとまっすぐになっちゃうんですよね。まっすぐはだからじゃあこうですか。いやーでもだってここがここのこれに合わせた方がいいんじゃない？そうそれにそれがこうなってんのにあそこがこうだとおかしいような気がする。いやここから下がったところから出た方がいいよね。上はね、そこから面から出ちゃうと変だと思う。もっと下がって、そうそうそう。ここのラインが見えてこなくなっちゃう。そうそうそう。いやだから今のこの位置からこのうっすらやるだけでいいですね。と思うんだけどな。そうですか。そうですよね。で、すみません。で、今これ詰めていくときに、すみません、この間も言いましたけど、インタークーラー。多分ここら辺だと思うんですよ、インタークーラー。はい。内側はこういうで、最初からもうこうデザインを作っちゃいたいですね。デザインを作ってこっちは奥まで。こうなんですかね、こういう感じの作りたいんですよ。今度測りていいですか？いいです。いきます。わかりました。どっか空いてる時に急に行ってもらいたいですか？大丈夫ですよ。大丈夫です。はい、あります。いいですよね。もうここいいね、ここ。ここいいです。これは実際にこういう感じのこういう組み付けになってて、そうですね。やっぱり開くんですよ。やっぱり。イエーイって感じ。でこれもきっちり強度を出したので、多分放送取れるっていうことはないので、いいかなと思って。でドアが開くギリギリのところを狙って、そうですね。
で、あとはこれですよね。どうもいいですか。やりすぎるか。いや、そんなことない。全然平気。じゃあ行きましょう。いろいろこうちゃんと作り直したりとか、なんかそんなことをやってるんですけど。はい。いい感じです。すげえいい感じ。うん、すごい。このラインいいね。うん。あれ、これバンパー何センチ出てんだっけ？50ミリ？45です。45ミリ。元石から45。上が30。下が45。上は 30？ 上は30。元のバンパーから30。下が40。30でこんなに迫力出るんだ。3センチっすよ。3センチで3センチもです。麻痺してますよ。麻痺してます。こういう遠ミリなんかやるから100ミリなんかやるから麻痺してるだけですけど。それで、すみません。相談なのがというか、はい。今これ出幅が全く一緒の状態。うん。このラインに合わせてこれもラインを作ったと。うん。ただ今これだと制作上困るのが、ここを面を合わせてこうやって落としていくんですね。うん。そうするとここがドンピシャだと、うん。
いいように感じるんですけど、実際はついてるとこうやって開いてるように見える見える。っていう現象が起きちゃうのと、はい、それとなんかこう融通が全く効かない状態なので、うん、基本的にはこれを1センチ小さくうん、作っておいてっていう感じなんですね。で今はとりあえずまっすぐなラインで作ってるんですけど、これをデザインカットするか、それともこのままでいくか。デザインはいいでしょう。デザインするの。ここから1センチ小さくなって、こういって例えばだけど、スーっていってスーってやるとか、うん、こういってもっとこううんってやるとか、それともだったらここが降りてきたところでやめたいな。やめちゃうんですか？こうどこで落ちてくるのこれ。いやいや、これはで僕今考えてたのは、ここにこうやってつけてたらこのままこう、まあセオリーよりこのなりにこう行ったら、行った後にこれこういうふうになるの。だからこれが終わったところで終わりでもいいと思う。それで終わり。それは出しましょう。いやいや、車掌の車なんで車掌の意見しちゃうんですけど、でもごめんなさい、言わせてください。こういう風になった時に、例えばここで終わるとするじゃないですか。ただこれがこう少し小さくなってちょっとね、もう終わる。そうすると色になった時に急にある日突然始まったではなくて、そういうことね。見え方的な、見え方がね。なるほど。じゃあそういうふうにしましょう。ありがとうございます。で、こっちはでこれなんですよ。これどうしようかな。いやこういうふうに来るんですけど、こういうふうに来てこういう感じで来るんですけど、ごめんなさい、こういう感じでやろうと思ってドア開けるギリギリまでドア開けた状態でこうカットしながら位置合わせして、よっしゃこれでどうだっていうところは狙おうとは思ってるんですけど、これが抜けない原因です。かっこいいですよね。抜けないよねそれね。抜けないんですよ。でどうしようかなというところなんですけど、ただじゃあこれをなくすかって言ったら、これなくしちゃうとバランスが全く取れなくなっていっちゃうので、この重さ的な問題が取れなくなるんで、小さくしていく方向ではやりたいです。あとはこの間も言いましたけども、こういうふうにいった時のこの強度を出すっていうか、ここにこうやって入り込んだこの面をなるべく広くしたいんで、どっちにしろやらないとダメなんです。だからこれ多少小さくするか、こちらの方で工場で何かしら抜ける方向を考えてやるかです。これはここ開くの？これ開くの？最後持っててくれ。今これ乗っけてくれ。危ないかな。これがギリス。こんな感じです。こういうの好きなんですよ僕。ただこれはあくまでもギリに狙ったっていうだけのことなんで、実際にはここの見え方の問題というふうに考えると、それは少しこうを描かしたいとか、いやいやこれでいこうよってなるのかっていうところが社長、とりあえず今のところ開きます。ここのやっぱりちょっとしたこれがいいな。わかるかなこれ色塗るとすげえわかるよね。これで本当はサメを軽く塗っといて見てもらいたくて、土曜日の時はサメただこう塗ったら気づいちゃうことがあるとどうしても直したくなっちゃうんで、でこうやってパで塗っちゃったんですけど。水曜日だったら来れる。火曜日や明日は一日富山なんで、朝から夜まで。いや納めに行くの。ほらだってそしてこれ
れ自信作なんですよね。自信作全部消えますからね。まあ分かってたことなんですけど。でちなみにこれをこうやって作ってきたんです。そしたらしつこすぎちゃって。やっぱこうなんとなくだけどこうドアのチリにっていうか、なんとなくやっぱそういうのは取った方がいいのかなっていう感じですね。やばいねこれ。あれですよ。フロントバンパーからの流れです。ああ、ここ、ね、これもいい感じだね、ここ。でも社長すみません、もうね、今日どうしても来てほしくて。ここいいじゃないですか。いや。ここすごいな。バッチリ七里が合ってるね。ここからまた閉じ込みで、さらにまた面出しのためにこうってやるんですけど、これうっすら消した方がいいですね。どうですか？うっすら見るタイプ。これやっぱ消した方がいいのかな。なるほどね。きれいに塗装してみたら、丸みがあるのに。そうですね。そうですね。なんか。はい。あ、そうやって見ると分かるんだね。そうですね。このアーチ合わせをもう一回やり直しして、フロントバンパーのアーチ合わせを合わせて、どんどん一体感が出てきてるので、残念なのはサイドがほぼ隠れるっていうことです。サイドステップ何でもいいやって感じになっちゃったね。なんかそうですよね。ほとんど見えないもんね。ほぼ見えない。まあでもあくまでもダウンホースの支える土台としては、でも絶対こういうのってね、社長こだわっといた方が、なんかこうお客さんに渡した時にですね。ですよね。そこやっぱりフェンダーのこのリブ入れたら全然雰囲気違うわ。今ちょうどリアバンパーを切って面合わせしてから作り込もうかなという、今そういうところの考えですね。もうじゃあリアバンパー以外はほとんど完成ですね、これで。あとは細かいところを。一瞬ここはこうやって入れた方がいいのかななんて思ったんですけど。